き下ろし楽曲の依頼ですか？しかもバーチャルシンガーファンフェスタから？そうです。やはりこのフェスのことはご存知のようですね。はい。ミクが好きなので毎年見てて。なるほど、そうでしたか。それなら話は早い。今回はそのファンフェスタのメインステージで披露される楽曲の依頼なんです。メインステージ？それっていっちゃんが出てたやつとは違うんだっけ？ではそのあたりも含めて順を追って説明しましょうか。まずファンフェスタには誰でも参加可能なアマチュアステージとバーチャルシンガーが歌うメインステージがあります。メインステージではクリエイターが作ったさまざまな曲をバーチャルシンガーが歌います。配信で見たことあるかも。いつもすごい盛り上がりですよね。バーチャルシンガーの人気は凄まじいですからね。通常メインステージではヒットした既存楽曲が歌われることがほとんどです。ただしそれとは別に毎回若手クリエイターのピックアップ企画が設けられています。ピックアップ企画？それってフレッシュ枠のことですか？ええ、さすがよく知っていますね。フレッシュ枠は簡単に言えば若いクリエイターにスポットを当ててその才能をみんなに知ってもらおうという企画です。勢いのある若手クリエイター3組を選定して彼らの書き下ろし楽曲をバーチャルシンガーたちに披露してもらうんです。私たちに来た話ってもしかして？はい、そのフレッシュ枠です。3組のうちの1組にレオニードはどうかと。確かに私たちのデビュー曲はバーチャルシンガーバージョンの方で話題になったしね。そっか。じゃあこの話もミクたちのおかげだね。ただ非常にイレギュラーな話なので今回はそこを踏まえて受けるかどうかを皆さんに考えてもらいたいと思っています。イレギュラーっていうと？まず先方の都合で納期までのスケジュールが非常にタイトになっています。というのも実はフレッシュ枠はかなり前に選定が完了して楽曲の依頼も済んでいたそうです。しかししばらくしてそのうちの1組のクリエイターが体調不良で書き下ろしが難しくなってしまった。それで代わりのクリエイターを探してレオニードに白羽の矢が立ったというわけです。そうだったんですね。先方から提示されている締め切りは2ヶ月後です。2ヶ月？それってちょうどワンマンの新曲作りとかぶってる。もちろん事情が事情なので無理にお願いするつもりはない。納期も短いためダメ元での相談ですがもしご検討いただけるならと。少しでも締め切りを延ばせないかの交渉はしていますが先方もなかなか厳しい状況らしくてそもそも無理なお願いではあるのでもしレオニードが難しい場合は書き下ろしは2組で進めようとしているそうです。ですから今日はそのあたりも踏まえてご相談できればと思いました。じゃあつまり私たちはワンマンとファンフェスタどちらに曲を書き下ろすか決めないといけないということですよね。はい。でもそれってどっちもできないのかな。ほら作曲は私といっちゃんができるし
1曲ずつ作れれば。どうかな。ワンマンでもファンフェスタでもきっと私とサキで作ったレオニードの曲が求められてると思うんだ。私は一人でレオニードの曲を作ったことはほとんどないし、自分一人で作った曲を今のレオニードの曲として出すのはやっぱり違うと思う。そうだね。それじゃあやっぱり選ばなくちゃいけないんだね。プロ初のワンマンで新曲を披露するというのはバンドにとって大きなプラスがあります。新曲を披露すれば話題性が跳ね上がる。何よりファンの期待にも応えられます。しかし一方でファンフェスタに曲を書き下ろすメリットも大きい。そうですね。メインステージは配信もあるし、公式 SNS で宣伝もしてもらえるので、私たちの音楽をたくさんの人に届けるチャンスなんだよね。もちろんマネジメント側でどちらを選ぶか決めることも可能です。ただ俺としては今回の件は皆さん自身の意思で決めた方がいいと思っています。何よりこれはバンドとしてどうしたいかという指針の話になってきますから。バンドとしての指針か。わかりました。みんなで話し合ってみようと思います。少しお時間をいただけますか？もちろんです。本来なら納得できるまでゆっくりと言いたいところですが、スケジュールの問題で待てるのは1週間が限界です。そうですか。ではそれまでに意見をまとめてきます。ありがとうございます。忙しい時期に本当に申し訳ない。ただ、たとえどちらを選んだとしても、皆さんにとってマイナスになることはありません。ですから、あくまでフラットに、今の自分たちはどうしたいかというところを考えてもらえたらと思います。はい、わかりました。どっちに曲を書き下ろすかすぐに答えが出るようなものじゃないよね。考えないといけないことも多そうだし。もう少し考えをまとめてから話し合った方が良さそうだね。今日はこのまま解散して、明日の練習終わりに改めて話し合いの時間を取るのはどうかな。わかった。それまで考えてみるね。私も。それじゃあまた明日。